突然ですが、女性ってエッチの後にもう離れたくないって思う瞬間があるの知っていますか？それって激しかったからとか長かったからとかそういうことじゃないんです。むしろあっさり終わったのになぜか心が満たされてこの人とずっと一緒にいたいって思う、そういう不思議な体験があるんです。女性はこういう男性のことを体の相性がいいって表現します。でも実はこれベッドの中の話じゃないんです。もっと前の段階でもう勝負は決まっているんです。若い男性と年上の男性の一番の違い、それは焦りなんです。若い男性って付き合ったらすぐにホテルに誘ってきたり、キスから先に進もうと必死だったり、女性からするとまるで目的がそれだけみたいに感じちゃうんですよね。でも年齢を重ねた男性は違います。手をつなぐまでに時間をかけてくれる。キスのタイミングも相手の気持ちを読んで待ってくれる。その間、女性の気持ちはどんどん高まっていくんです。で、やっと触れ合った時にはもう心も体も準備ができている。だから特別なことをしなくても女性は満足するし離れたくないって思うんです。つまり体の相性がいいってテクニックじゃなくてタイミングと余裕の問題なんです。実はこれ女性が絶対に手放したくないと思う男性の特徴のほんの一部なんです。今日は年齢を重ねた男性だからこそ持っている女性を虜にする特徴について全部お話しします。特徴1、体の相性がいい。まず一つ目の特徴、体の相性がいいについてもう少し詳しく話しますね。さっきも言いましたけど、体の相性ってベッドの中だけの話じゃないんです。女性が本当にこの人とは相性がいいって感じるのはもっと日常的な瞬間なんです。例えばバーのカウンターで隣に座るとき、多くの男性はすぐに体をくっつけてきたり太ももに手を置いてきたり、女性からするともうって引いちゃうんですよね。周りの目も気になるし、なんか必死すぎて怖いって感じちゃう。でも大人の男性は違います。最初は適度な距離を保って会話を楽しむんです。で、盛り上がってきたタイミングでさりげなく肩が触れるくらいの距離になります。その微妙な距離感の変化に女性はドキドキするんです。それから歩いている時、経験の少ない男性って付き合い始めたらすぐに手をつなごうとしますよね。でも女性の気持ちがまだそこまで高まってない時に無理やり手をつながれても正直手汗が気になったり歩きづらかったりあんまり嬉しくないんです。その点、年齢を重ねた男性は女性の様子を見ながら自然なタイミングで手を差し出してくれます。断られてもまだ早かったかなって笑ってくれたり、その余裕が逆に女性を安心させるんです。あと、これ重要なんですけど、キスのタイミング。恋愛経験が浅い男性はデートの終わりに必ずキスしようとします。まるでノルマみたいに。でも女性からしたら毎回キスで終わるのってなんか作業みたいでつまらないんです。大人の男性はキスしない日もあります。今日は楽しかったって言ってハグだけで帰ることも。そうすると女性はあれ、今日はキスしてくれないのって逆に物足りなく感じてしまいます。で、次のデートが楽しみになります。これが駆け引きじゃなくて自然にできるのが大人の余裕なんです。実際にベッドに入ってからも違いは明確です。焦っている男性は自分のペースで進めようとしがちです。女性の反応を見ずにどんどん先に進もうとします。でも女性の体ってそんなに簡単じゃないんです。年齢を重ねた男性は女性の呼吸を感じながらゆっくり時間をかけてくれます。焦らないから女性も安心して身を任せられます。結果的に女性は深い満足感を得られるんです。ここで勘違いしないでほしいのは、ゆっくりっていうのは消極的っていう意味じゃないんです。女性の準備ができるのを待てる、その余裕と観察力が大事なんですよ。体の相性がいいって結局相手のペースを大切にできるかどうか。これ若い頃には難しいけど年齢を重ねると自然にできるようになります。だから年上の男性の方が有利なんです。特徴2、沈黙が心地いい。多くの男性って女性と一緒にいるとき沈黙を恐れるんですよね。
話が途切れると慌てて何か話題を探したり、無理に質問したり。でもこれって逆効果なんです。女性からするとずっと話し続けられるのも疲れちゃうんですよ。特に相手が必死に話題を探してるのがわかると、なんか申し訳ない気持ちになっちゃって、私といてつまらないのかなって不安にもなります。でも年齢を重ねた男性は違います。沈黙があっても焦らない。むしろその静かな時間を楽しんでくれる。一緒にいるだけで心地いいって思える関係。これが理想なんです。例えばカフェでコーヒーを飲んでいる時、若い男性だとちょっと会話が途切れただけで、そういえばさって無理やり話を始めたりします。でもそれって女性からするとちょっと息苦しいんですよね。経験豊富な男性は窓の外を眺めながらゆったりとコーヒーを楽しむ。で、女性が何か話したそうにしたら優しく目を向けてくれる。その余裕のある雰囲気に女性は安心するんです。実は女性って沈黙の中でいろいろ考えているんですよ。今日のデートのこととか、この人といて楽しいなとか、次はどこに行きたいなとか、そういう時間を奪われると逆に疲れちゃうんです。それに沈黙が心地いいってすごく深い信頼関係の証なんです。無理に話さなくても一緒にいるだけで満たされる。そういう関係ってなかなか作れないんですよね。あとこれも大事なんですけど、女性の話を聞く時の姿勢。経験の少ない男性って女性が話している時にすぐにアドバイスしたがったり、自分の話に持っていったりします。それならこうしたらとか、俺もそういうことあってさとか。でも女性が求めているのは解決策じゃなくて共感なんです。ただ聞いてほしいだけの時が多いんですよ。年齢を重ねた男性はそれが分かっています。女性が愚痴を言っても、ただ大変だったねって言ってくれる。それは辛かったねって共感してくれる。余計なアドバイスはしない。この聞き上手っていうのも沈黙を恐れない余裕から生まれるんです。実際女性がこの人といると落ち着くって感じる男性はみんな沈黙を大切にできる人なんです。ずっと喋り続ける必要がない。静かな時間も2人で共有できる。これってすごく贅沢な関係だと思いませんか？沈黙が心地いいって、つまり相手のペースに合わせられるってことなんです。無理に盛り上げようとしない。相手が話したい時に聞ける。静かな時間も楽しめる。これも年齢を重ねることで自然に身につく魅力なんですよね。特徴3、お金の使い方が粋。お金の使い方ってその人の価値観が一番出るところなんですよね。経験の少ない男性って極端なんです。ケチケチして1円単位で割り勘にしたり、逆に見栄を張って高級レストランに連れて行ったり。でもどっちも女性からするとちょっと違うんですよ。ケチな男性と一緒にいると、私のこと大切に思ってないのかなって感じちゃうし、逆に高額なプレゼントばかりだとお金で気を引こうとしてるって引いちゃう。年齢を重ねた男性の素敵なところはさりげない気遣いにお金を使えることなんです。例えばデートで歩き疲れた時、若い男性だと疲れた、もうちょっと頑張ろうとか言いがちですけど、大人の男性は違います。ちょっとお茶でも飲もうかってさりげなくカフェに誘ってくれる。別に高級な店じゃなくていいんです。相手を思いやる気持ちが伝わるから。それから記念日じゃない普通の日のサプライズ、誕生日とかクリスマスに豪華なプレゼントをもらうのも嬉しいけど、なんでもない日にこれ君に似合うと思ってって小さなアクセサリーとか好きな作家の新刊とか、値段じゃなくて自分のことを考えてくれてたんだって思うとすごく嬉しいんです。あとこれ重要なんですけど、お会計のスマートさ。恋愛初期の男性ってレジの前で俺が払うよ、いや私もってやり取りしちゃいがち。でもそれって周りから見ても恥ずかしいし、女性も困っちゃうんですよね。経験豊富な男性は女性がお手洗いに立った隙にさっと済ませたり、今日は僕が誘ったからって自然に払ってくれたりで、女性がごちそうさまって言ったら今度コーヒーでもおごってよって軽く返す。この余裕が素敵なんです。それとお金をかけるポイントを知っているんですよね。例えば食事は普通のお店でも
デザートだけは評判のお店に連れて行ってくれたり、タクシー代を気にせず遅くなったから送るよって言ってくれたり、女性が本当に嬉しいのは金額じゃなくてその気持ちなんです。君のためならって思ってくれることが伝わるお金の使い方。これができる男性は本当に魅力的です。ケチと節約の違いも分かっています。自分の趣味にはお金を使うのに、デート代は割り勘っていうのはケチ。でも将来のために貯金してるから派手なデートはできないけどって正直に言える男性はむしろ信頼できます。実際、女性がこの人と長く一緒にいたいって思う男性は見栄を張らない人なんです。自分の経済状況に合った、でも相手を大切にする気持ちが伝わるお金の使い方ができる。これも人生経験を積んだ大人の男性だからこそできることなんですよね。お金の使い方が生きって結局相手への思いやりを形にできるかどうかなんです。高額じゃなくていい、タイミングと気持ちが大事。これが分かっている男性は女性から絶対に手放したくないって思われますよ。ところでコメント欄で教えてほしいんですけど、今まで付き合った女性から言われて一番意外だった不満って何ですか？そんなこと気にしてたの？って驚いたことありませんか？実は女性って男性が思っている以上に細かいところを見ているんですよね。でもそれを直接言わないことが多いんです。皆さんの経験、ぜひコメントで教えてください。特徴4、女性を否定しない。さっきの沈黙が心地いいでは聞き上手の話をしましたけど、実は聞いているだけじゃダメなんです。否定しないこと、これがもっと重要なんですよね。女性が仕事の愚痴を言ってきた時、多くの男性は、でも上司の立場もわかるよとか、君にも悪いところがあったんじゃないって言っちゃうんですよね。正論かもしれません。客観的に見たら正しいかもしれません。でも女性が求めているのは正論じゃないんです。これ逆の立場で考えてみると分かりやすいかもしれません。例えばあなたが仕事で大きなミスをして落ち込んでいる時、女性からあなたが悪いんじゃない？もっと気をつければよかったのにって言われたらどう感じますか？正論だとしても傷つきますよね。そんな時、大丈夫、次があるよって言ってもらえたらすごく救われるはずです。女性も同じなんです。愚痴を言う時って別に解決策を求めているわけじゃないんですよ。ただ感情を吐き出したいだけ。今日こんなことがあって本当に腹が立ったって話をただ聞いてほしいだけなんです。それなのに、でもだって違うんじゃないって否定されるともう何も話したくなくなっちゃいます。年齢を重ねた男性が素晴らしいのはこの女性心理を理解していることなんです。女性が感情的になっていても理屈で返さない。まず受け止めてくれる。そっか、それは大変だったね、疲れたでしょって、たったこれだけで女性の心はすごく軽くなるんです。実は否定しない男性の背景にはもっと深いものがあるんですよね。自分に自信があるから相手の意見や感情を受け入れる余裕があるんです。若い男性や経験の少ない男性が否定的になりがちなのは自信のなさの裏返しだったりします。相手の意見を認めると自分が負けたような気がしちゃうんでしょうね。でも本当に強い男性はそんなことで揺らがない。だから女性の感情も素直に受け入れられるんです。それから否定しないっていうのは何でもそうだねって同意するのとは違うんです。女性の気持ちを理解した上で必要な時には違う視点も示してくれる。このバランスが絶妙なんですよ。いつも受け入れてくれる人が、でもこういう見方もあるよって優しく言ってくれると女性も素直に聞けるんです。女性の直感も大事にしてくれるのが大人の男性の特徴です。なんか嫌な予感がするとか、あの人信用できない気がするみたいな論理的じゃない話もそう感じるんだねって受け入れてくれる。実際女性の直感って結構当たることが多いんですよ。それを考えすぎだよ、根拠もないのにって否定されると本当に傷つきます。あと否定しない男性は女性の変化も受け入れてくれるんです。昨日と今日で気持ちが変わっても前はこう言ってたじゃんって過去の発言を持ち出して責めたりしない。人の気持ちは変わるものだって理解しているから、その時々の感情を大切にしてくれるんです。
否定しない男性といると、女性は本当に楽なんです。自分らしくいられる。その自分を出せる。感情的になっても受け止めてもらえる。だから一緒にいて疲れない。これって長く一緒にいる上で本当に大切なことなんですよね。特徴5、清潔感がある。ここで正直な話をしますね。女性が密かに気にしているけど、男性には絶対に言えないことがあるんです。それは匂いです。加齢臭って言葉、嫌ですよね。でもこれ避けて通れない話なんです。40代を過ぎるとどうしても体臭が変わってきます。本人は気づいていないことが多いんですけど、女性は敏感に感じ取ります。初めてのデートで車に乗った瞬間、あ、この人無理かもって思う女性、実はいるんです。どんなに優しくて話が面白くて経済力があっても、匂いがダメだともう生理的に受け付けなくなっちゃうんですよね。キスとか考えられなくなります。逆に50代60代なのにふわっといい香りがする男性っているんです。別に高級な香水じゃないんですよ。清潔な石鹸の香りとか、洗濯物の爽やかな香りとか、そういう男性と一緒にいると年齢なんて忘れちゃいます。実際女性同士で恋愛話をするとき、彼いい人なんだけど匂いがって悩みよく聞きます。でもこれ本人には言えないんです。傷つけちゃいそうだし、デリケートな問題だし、だから気づかないまま振られる男性も多いんですよね。清潔感のある男性って匂い対策を習慣にしているんです。毎日同じ枕カバーで寝ない、スーツは連続で着ない、靴も数足をローテーションする、それとボディーソープや柔軟剤にもこだわっています。加齢臭対策用のボディーソープって最近すごく進化していて、本当に効果があるんですよ。どれがいいかわからないって人は概要欄にいくつかおすすめを載せておくのでチェックしてみてください。それから香水の使い方、このチャンネルでもいろいろ紹介してきましたけど、年齢を重ねた男性こそ香水は味方になります。ただしつけすぎは禁物。朝つけて昼にはほんのり香るくらいがベストです。エレベーターに乗った後も香りが残るような人いますよね。あれは完全にアウトです。年齢に合った香水選びも大切です。若い頃と同じ香水を使い続けている人もいますけど、年齢によって似合う香りって変わるんです。50代以降の男性に似合う落ち着いた大人の香水も概要欄に載せておきますね。女性受けがいいものを厳選したので参考にしてください。あと口臭も重要です。タバコを吸う人は特に気をつけてください。コーヒーとタバコの組み合わせは女性からすると最悪なんです。ミントタブレットとか口臭スプレーとか持ち歩くだけで全然違います。面白いのは匂いって慣れるんですよね。付き合いが長くなるとその人の匂いが好きになったりする。でも最初の段階でこの人の匂い無理って思われたらそこまでいけないんです。女性が年上の男性に惹かれる理由の一つに実は清潔感があるんです。若い男性って意外と無頓着な人が多いんですよ。一人暮らしで洗濯も適当、部屋も汚い、そんな人が多い。でも年齢を重ねた男性できちんとしている人は生活全体に余裕があるんです。匂いに気を使える男性って結局相手のことを考えられる男性なんです。自分は気にならないからじゃなくて、相手がどう感じるかを考えられる。この差が女性が手放したくない男性とそうでない男性を分けるんです。特徴6、必死にならない。最後の特徴、必死にならない。このフレーズだけだと誤解を招くと思うので最初に説明しますね。恋愛で必死になるのは当然です。むしろ必死になれない恋愛なんて恋愛じゃないですよね。その必死な気持ちって年齢を重ねても変わらないんです。むしろもっと深くなるかもしれない。ただ違うのは表現の仕方なんです。女性が手放したくない男性って必死な気持ちを持ちながらもそれで相手を追い詰めないんです。自分の中では必死でも相手にはプレッシャーを与えない。この絶妙なバランスが取れるのが年齢を重ねた男性の強みなんです。例えば LINE の返信、心の中ではすぐ返信来ないかなって思っていても相手をせかさない。返信まだなんて送らない。
相手にも生活があるって理解しているからです。で、返信が来た時は待ってた感を出さずに自然に返す。これが大人の余裕なんです。デートの誘いも同じです。断られたら心の中ではがっかりしますよね。それは当然。だからといってすぐ次の予定を決めようとしたり理由を問い詰めようとしたりしない。また今度で終われる。この余裕が女性を安心させるんです。恋愛の初期ってどうしても温度差があることが多いんです。片方がすごく盛り上がっているのに、もう片方はまだそこまで気持ちが高まっていない。これよくあることなんですよね。年齢を重ねた男性はこの温度差を理解しています。自分は 100% でも相手がまだ 30% なら 30% に合わせる。これは気持ちが薄いんじゃなくて相手を思いやる愛情なんです。あと、自分の生活も大切にしている男性って魅力的なんです。恋愛に必死なのはいいけど、恋愛だけになっちゃうと女性は息苦しくなります。仕事も趣味も友達付き合いもバランスよく楽しんでいる。その上で女性のことも大切にしてくれる。これが理想なんです。女性って男性が何かに打ち込んでいる姿に惹かれるんです。仕事に必死な姿、趣味に没頭している姿。でもその必死さが全部自分に向けられると重くて逃げたくなる。矛盾しているようだけどこれが本音なんです。告白のタイミングも同じです。好きって気持ちをすぐ伝えたくなる。その気持ちはわかります。でも相手の気持ちが追いついていない時に告白しても困らせるだけ。関係がちゃんと深まってから伝える。その方が成功率も高いんです。年齢を重ねた男性は恋愛の駆け引きをゲームとしてじゃなくて思いやりとしてできるんです。追いかけたい気持ちを抑えて相手のペースに合わせる。これは冷めているんじゃなくて本当に相手のことを考えているからこそできることなんです。必死にならないってつまり自分の必死さで相手を苦しめないってことなんです。好きな気持ちは変わらない。むしろ年齢を重ねた分もっと深い。でもその表現方法が違う。これが女性が手放したくない男性の特徴なんです。まとめ。今日は女性が絶対に手放したくない男性の特徴を6つ話してきました。体の相性がいい、沈黙が心地いい、お金の使い方が粋、女性を否定しない、清潔感がある、必死にならない。これ全部に共通しているのは相手を思いやる余裕なんです。自分のペースじゃなくて相手のペースを大切にできる。自分の気持ちだけじゃなくて相手の気持ちを考えられる。年齢を重ねた男性の強みってまさにここなんです。若い頃みたいにがむしゃらに突っ走るんじゃなくて相手を見ながら進める。これは経験があるからこそできることです。でも勘違いしないでください。年齢を重ねれば自動的にモテるようになるわけじゃありません。今日話した特徴を意識して実践することが大事なんです。特に清潔感。これだけは今すぐにでも始められます。概要欄に載せているボディーソープや香水、チェックしてみてください。匂いが変わるだけで女性の反応は確実に変わりますから。皆さんの恋愛体験も聞かせてください。年下の女性と付き合ったことがある方、どんなことで苦労しましたか？逆に年齢差があったからこそうまくいったことは？コメントで教えてください。今日の話が少しでも参考になったら高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。